さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回のテーマは日本のクリスマスです。もうすぐクリスマスですよね。お家にクリスマスツリーを飾ったり、クリスマスのデコレーションをしたり、クリスマスの音楽、クリスマスソングを聴いたり、こんな感じでクリスマスが待ち遠しいという方もたくさんいるかもしれないですよね。皆さんにとってクリスマスとはどんな日ですか？楽しい日だったり、家族と過ごす大切な日、またはプレゼントがもらえる日など、いろいろあると思います。では日本ではクリスマスはどのようなものなのか、どのような日なのか、どうやって過ごすかなど今回お話ししていこうと思います。まずクリスマスって大前提としてキリスト教の文化ですよね。ですが日本はキリスト教の国ではないというか、キリスト教徒が多い国ではありません。日本にいるキリスト教徒の方々の数は日本人口の 1.5% ほどと言われています。日本は仏教だったり神道という、宗教を信仰している方が多い国です。なのでクリスマスという文化が昔からあるわけではないと思ってたんですけど、これを調べているうちにそうでもないかもなということが分かりました。日本のクリスマスの歴史は1552年に山口県で、キリスト教を広める人たちが日本にやってきて、日本のキリスト教徒の人たちと一緒に行ったのが最初のクリスマスと言われています。なので今から472年前に日本で初めてクリスマスが取り入れられたということになります。こう考えると結構前からクリスマスってあったんだなっていう気が私はします。勝手にここ100年ぐらいで始まったことだと思っていたので、歴史を遡ってみれば、調べてみれば意外と昔からあったんだなということに気がつきました。なんですけど、その後江戸時代という時代に入るとキリスト教弾圧といって、キリスト教はダメ、キリスト教禁止というのがあったので、そのクリスマスだったりそういった文化が広がることはありませんでした。その後明治時代になって、そして1900年代になるとクリスマスの文化が広がっていって、街をライトアップしたり、お店でクリスマス向けの商品が発売されたりと、そういった感じでどんどんクリスマスの文化が広がっていったとされています。日本のクリスマスと他のアメリカとかヨーロッパとかそういった国々と大きく違うことが2つあると思っていて、1つ目はクリスマスは祝日ではないということです。皆さんの国ではクリスマスは祝日ですか？お休みの日ですか？日本では12月25日が土日でない限りはお休みではないです。もちろん、土曜日でも日曜日でも祝日でも働いている方はいらっしゃるので、そういった方にとったら本当にただの普通の日ということになります。レストランとかスーパーとかコンビニとかそういったところも基本的には全部空いています。学生だと学校は基本的には冬休みに入っているので学校は休みです。なんですけど、すでに働いている方々、社会人の方々にとったらクリスマスというか12月25日はただの普通の日ということになります。私がフランスに住んでいた時は12月25日はもちろんお店とか全部閉まっていて、もうみんな全員休みという感じだったので、それが結構一つカルチャーショックではないですけど、うわほんまにみんな休んでるやん、誰も働いてないやんという印象でした。そして違い2つ目は、クリスマスは恋人と過ごす日ということです。日本以外の多くの国では家族と過ごす日というのが一般的だと思います。クリスマスは大切な人、家族とかとみんなで集まって過ごすというのが一般的かなと思うんですけど、
日本はそうではなくて、恋人と過ごす日、パートナーと過ごす日という印象があるというか、そう考えている人が多いと思います。家族でもなく友達でもなく恋人、パートナーです。クリスマスに外に出かけたり遊びに行くと本当にカップルだらけだと思います。でも日本人全員が恋人だったりパートナーがいるわけではないですよね。そんな方たちにとったらクリスマスはもう本当に何でもないただの日、何の特別な日でもないただの日という感じだと思います。なんかよく私が学生時代とかあったのは、恋人とかパートナーがいない人たち同士普通に友達で集まってもう騒ぐわけではないですけど、みんなでおしゃべりしたりご飯食べに行ったりという感じが多かったかなと思います。そして結婚している夫婦とかの場合だと、逆にそのパートナーではあるんですけど、2人で過ごす大切な日というよりかは別に特に何でもない日になる気がします。そしてこれは私の感覚ですけど、子供とかがいるともちろん子供を楽しませるといった感じで家族の日にどんどんなっていく気がします。そしてこれをちょっとネガティブな風に捉えると、例えば接客業をしている方、レストランとかカフェで働いている方とかだと、その日のお客さん12月25日とか、あとイブの24とか5はお客様がカップルだらけだと思います。そういう時に自分に恋人がいなかったりすると、自分って一人なんやなと実感する瞬間が来るかもしれないです。SNS、インスタグラムとか見てもカップルだらけの投稿なので、そういうのに影響されてしまう人はあんまり見ない方がいいかなって思います。めっちゃネガティブに捉えると、クリスマスはこういう風になり得ます。なので日本でクリスマスって両極端な気が私はしています。恋人とかパートナーがいてとっても幸せな時間を過ごす人、または一人だってちょっと実感して悲しくなってしまう人がいたりもするかなと思います。もちろんね、誰と過ごそうと何をしようと本当にその人次第なので、いい悪いとかもないんですけど、やっぱりなんかイメージ的にカップルで過ごすっていうのが、理想的と思ってる人とか、そういった印象が強いかなと思います。そして街に行けば都会のほとんどの場所ではイルミネーションがたくさんあったり、木とか建物をキラキラ光らせていたり、クリスマスツリーがあったりします。そういったクリスマスのデコレーションをしているお店とかもたくさんあるので、街に一歩出ればクリスマスだなと感じることはあります。あとクリスマスマーケットもあります。日本風のマーケットではなく、完全にヨーロッパのクリスマスマーケットを再現したものがあります。東京とか大阪とか、私は福岡に去年行って、その時に1回行ったんですけど、そういった大きい都市ではクリスマスマーケットもあったりします。なんかホットワインが売ってあったり、いろんな食べ物が売ってあったりします。でもやっぱり冬になると私はなんかヨーロッパのクリスマスマーケットめっちゃ行きたいな、めっちゃ恋しいなって思います。やっぱあの雰囲気が大事だなって思います。あとこれは日本では見たことないなっていう光景を見てカルチャーショックを少し受けたことがあるんですけど、それはクリスマスシーズンになれば道端でクリスマスツリーが売ってあったりするじゃないですか。ヨーロッパ、フランスに住んでいた時はその光景をよく見て、あとアメリカとかに住んでいる友達とかもそういうのがあるって言っていたんですけど、クリスマスシーズンに道端でそのクリスマスツリーが売ってあるっていうのが私にはカルチャーショックでした。日本であの光景を見たことがなくて、そして日本で本物のツリーを買ってきてクリスマスツリーとして家に飾ってデコレーションしてっていうのを聞いたことも見たこともなかったので、ほんまにみんなこんな感じでクリスマスに気合を入れてるんやなっていう、デコレーションとかこうやってするんだなっていうのに衝撃的でした。その日本でももちろんクリスマスツリーを家に飾っている方はたくさんいると思うんですけど、基本的にはその偽物のフェイクのやつです。本物のツリーをどこからか買ってきて、デコレーションしてっていうのはほとんどないと思います。どこに行けばその木を買えるかもわからないぐらいですね。なのでその道端で
クリスマスツリーが売ってあって、それを買ったりしている人がいるのが本当に衝撃的でした。そして最後に日本のクリスマスソングをご紹介しようと思います。日本もクリスマスソングといえば、新曲がいっぱいあるというよりかは古い昔からある曲をみんながずっと聴いているというイメージです。まず一つ目は山下達郎さんのクリスマスイブという曲です。これは今の子供たちが聴いているかわかんないんですけど、20代とか30代以降の方だとみんな一応知っている曲だと思います。私的にはこれがなんか一番クリスマスの雰囲気があるなって思います。お店とかどこに行ってもこの曲は流れていると思います。2つ目はバックナンバーの、クリスマスソングという曲です。これはあるドラマの主題歌として、歌われていて、そこからクリスマスの定番ソングになった気がします。これはだいたい10年ぐらい前にリリースされた曲なので、比較的新しい方のクリスマスソングだと思います。なので比較的若い方の中で定番のクリスマスソングという気がします。3つ目はビーズのいつかのメリークリスマスです。これは私は聞いたことあるかなぐらいなんですけど、30代、40代、50代とかの世代の方だと多くの方がクリスマスに聴く曲だと思います。あとお店とかでは流れているかなと思います。私は正直クリスマスソングは洋楽の方がよく聴きます。なんかド定番のやつありますよね。All I Want for Christmas is You とか Last Christmas とか Santa Tell Me とか、あと Feliz Navidad 私は結構聞きます。なんか好きです。あのメロディーとか。こんな感じで日本でもお店とかでも結構この英語のやつとか、英語のクリスマスソング、もう世界中みんなが知っているようなクリスマスソングもたくさん流れています。クリスマスソングは比較的ゆっくりしたメロディーで聞き取りやすいものが多いかなと思うので、日本語のクリスマスソングを聞きながらクリスマスのその雰囲気を感じつつ、日本語の勉強したいという方は紹介した曲などぜひ聴いてみてください。今回は日本のクリスマスについてお話ししました。日本のクリスマスは皆さんの国とか文化と比べると似ているところだったり、または全然違うといったところもあったかなと思います。クリスマスはなんか恋人と過ごすっていうイメージが強いので、なんかファミリーで集まって絶対にこれを食べるとか、そういったド定番のものがある感じではないかなと思います。ただ恋人と過ごせば、パートナーと過ごせばもうクリスマスは完璧みたいな印象があるかなと思います。皆さんの住んでいる国だったり地域のクリスマス文化などありましたらコメントでぜひ教えてください。なんかこういったクリスマスの定番の食べ物とか、なんかそういうのがあれば気になるのでぜひ教えてください。もうすぐクリスマスということで、家族で集まる予定だったり、またはどこかに出かけたりとかいろんな予定がある方が多いかなと思います。皆さん楽しいクリスマスを過ごしてください。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。